Hey, what's up guys? This is Yosh at Marty Temple. Today I want to show this bike, 1982 First FXRS Shovelhead. Please turn on the caption button. You can see the English subs around here. Alright, so let's get started. マニテンプルのYoshです。今回は1982年 FXRS こちらの紹介をいきたいんですけども、1982年という年皆さんご存知でしょうか。あなたといってもハーレー社の記念すべきファーストイヤーでしたよね。 AMF からようやく脱却して、でそこで作り上げたモデル、今までにはない斬新なモデルですね。 FXR こちらのバイクチェックいきたいんですけども、それまで簡単に自己紹介させてください。僕は1995年ぐらいから、特に S&S のモーターを、組み込んで作り上げるバイクのビルダーを、ずっとしておりました。ヨシと言います。というのも、当初某有名メーカー、チョッパーメーカーですね、でビルダーをしておりまして、そこで S&S のモーターを使って当時流行りだったリジットフレームに乗せて、1台のバイクを企画からビルドしていくっていう、そういう仕事をずっとしておりました。そんな経験を経て今は京都でマリーテンプルというブランドを立ち上げ FXR をメインですね、特に S&S のモーターを組み込んだニューバイクまたビルドして販売しております。インスタグラムやってます。マリーテンプルと FXR の全国企画として FXR ライジングサンというのもやってますので、概要欄に貼ってありますので、もしよかったら覗きに来てください。それではバイクチェック早速いきましょう。お願いします。はい、ではバイクチェックいきたいと思います。ご覧の通りほぼストックスタイルです。というか、僕がこれ購入してからほぼ手を入れてません。っていうのも前のオーナーが良かったんですね。すごく丁寧に乗られてて、で、整備なんかも、プロショップでやったんだろうなっていうのがもうにじみ出てるような1台でした。よくね見つけるバイクなんかだともうガレージほっぱらかしで、サビの、バイクだったりとか、もしくはね逆にもう綺麗にもうレストアされてるバイクっていうのは結構多いんですけども、この純正そのままのスタイルでしかもちゃんと乗ってたバイク、これがいいですよね。もうペイントなんかも全然綺麗だし、ウィスコンシン州で見つけたんですけども、あそこは、カリフォルニアなんかと違って雨もね湿気も結構あるとこなので、それでもこの状態をキープしてるね、ちゃんとオーナーの力量を感じますね。メーター周りなんですけどもちろん純正です。でアンプメーターは追加されてるんですけども、この中も作り込み見てください。なんかいかにもねこの純正でありそうなマウントですよね。簡単につけるのはね、フォークなんかにメータークランプつけてちょこんなんでつけるのはねそれで一般的ですけども、こういう仕事はやっぱいいですよね。ちゃんとしたプロショップでねやってもらったっていうのもこういうところで分かりますよね。でこのメーターの下に入ってるあんこね、このレーザーを丸めたところなんか突っ込むんですけど、このメーター結構暴れるんで、それのブレ止めでしょうね。こういうのやってるのが素敵ですよね。で配線なんかももう純正です。ちょっとハイライターつけようかなと思った時もあったんですけどね、ちょっとこれを切るのであまりにももったいないので純正のままいくことに決めました。もちろん純正キャストホイールダブルですね。でペイントなんかも綺麗に残ってます。で記念すべき82年のエンブレム、この色どうですか。時代を本当感じますよね。でステッカーもちらっと残ってて、ラジエーターもついてますね。ラジエーターじゃない、オイルクーラーもついてますね。タンクなんかも綺麗ですよね。当時ものとは思えないぐらいの綺麗さです本当に。でこの辺の、ストラトのレザーなんかも綺麗にまだ残ってますんでね。ブレーキ周り、エンジンもこれ綺麗ですよね。
これもほぼほぼ手を入れてないんですよこれ。このポリッシュなんかも随分綺麗に残ってますもんね。結構白く吹いちゃってるのが多いですけども、この辺なんかも素敵です。でこっち B サイドももともと黒だったんでしょうけどね、それなりにやつれてはいますけども、それでもやっぱいいですよね。この本当の当時物っていうんですか、このやつれ方がたまらないです。もちろんこっちはねショベルの時代はまだチェーン駆動だったので、このブローバイホースなんかもこの辺もやっぱねしっかりやっぱ乗ってるバイクですよね。はい、で変更してあるポイントなんですけども、まずエキゾースト、これ RB レーシングって言ってあまり日本じゃ見かけないですよね。これかなり高性能なマフラーなんですよ。で音もかなりこれずっとい音するんで、サンダーヘッダーの爆音とはまた違って、もうしっかりした綺麗な爆音っていうんですか、もう大好きですよねこのマフラーね。エボリューションなんかでねつけてるのは結構アメリカで見ますけどね。であとキャブは B キャブつけてます。個人的になんですけどもね、ショベルに B キャブ一番好きですね。この超アナログチックな E キャブみたいに加速ポンプもついてないんで、乗りづらい人は乗りづらいんでしょうけど、このなんていうんですか、可もなく不可もなく、もう自然に吸気したものを取り入れられるだけのものをガソリンを取り込んで排気してくれる、エンジンに優しい大口径キャブになってますよね。この B キャブは元からついてるんでやっぱ知ってますよね。でこのポリッシュのカバンもちょうどいい仕草を出してますよね。でこれ、ウィンドシールド、これもうちで後から追加したものなんですけど、当時物見つけてね、ちょうどいいやつで具合っていうんですか、いいですよね。なんていうんですか、おっさんになるとおっさんバイクがやっぱ好きになるんですね。若い頃はね、なんでこんなバイクに乗るのって思ってましたけども。はい、でシートは、こちらレートモデルなんですけどね、タクロールの僕はFXR で一番大好きなシートですね。車外シートももちろんいいんですけどね、この乗り心地、座り心地、走り心地っていうんですか、一番好きですね。このスタイルももちろんで、ツールバッグ、こんな感じのレザーのミニシもなかなかエンブレムがねつけて、で CC バーは、ちょっと短いの、こちら車外つけてますけどもね、エンブレムがついてないタイプの、ちょっとリアパッド作るのはあんま好きじゃなかったんで、エンブレムのついてないタイプの CC バーに付け替えております。あとフォークのスタビですね、スクリーミングイーグルのスタビライザーつけてるんですけども、こっちはかなりね後期型のものになってしまうんですが、やっぱどうしてもね車重に対してフォークがちょっと華奢すぎるんで、ある程度走ろうと思うとやっぱりあった方が安定しますよね。39ミリになればねある程度安定するんですけど、この35ミリのフォークだとちょっとね頼りないですよね。はい、ということでバイクチェックいかがだったでしょうか。といってもね、ほぼほぼストックのスタイルなんで、ショベルの良さを少しでも伝えられたらなと思っております。ショベルヘッドはいいですよね。4速のショベルヘッドなんかもそうなんですけども大好きですね。乗ってて本当楽しいこの振動っていうんですか、開けた時の高揚感たまらないですね。もちろんエボリューションなんかに比べてねパフォーマンス性はねやっぱりちょっと追いつかないところはあるんですけども、乗ってて本当気持ちいいバイクですよね。で FXR は特にねこの高速ミッションを積んでるんで、唯一ショベルヘッドで唯一ですよね、高速なんかも結構走れるんでね、さらに楽しめるバイクかなと思います。やっぱり4速乗ってるとねどうしてももう1速欲しいなと思う時は、皆さんあるんじゃないでしょうか。そこに来てこの高速の FXR ショベル最高です。ということでまた、次回お会いしましょう。よろしくお願いします。See you later!